こんにちは、ひげこいです。今日は4年前に発売された少し古いカメラ、富士フイルム X100F についてお話ししたいと思います。X100F は一つ前のモデルなんですが、まだまだ現役で使えるスペックを持っているカメラです。X100V を購入してからは使用頻度は下がりましたし、何度も売ろうと思ったこともあります。でもなかなか決断できずに、ちょっと使ってみるとやっぱりいいなと思ってしまうんですよね。感じでなかなか手放せない X100F なんですが、X100V が発売されている今、このカメラがどんな方におすすめかということをちょっと考えてみました。結論からサクッとお話しするとこんな方におすすめです。10万円以下のカメラが欲しい、比較的コンパクトで持ちやすいカメラが欲しい、取って出しで十分な写りのカメラが欲しい。X100F もまだまだいけるよって適当に語るだけじゃちょっとダメだと思うので、今回のお話は現行モデルとの違いについてちゃんとお話ししたいと思います。劣っているっていう捉え方だけではなくて、スペックに差はあってもおすすめできるってこともお伝えできればいいなと思っているので、もしよかったら最後までご覧ください。このネガティブな要素も使い方次第というか、見方によっては全く劣る点とも思えないので、ちょっと詳しくお話ししたいなと思います。まず一つ目はセンサーの世代が違うっていうことなんですけど、これはどうしようもない違いで、X100F と X100V はレンズも違うので、レンズ交換式カメラのように同じレンズを使ってセンサーの違いをはっきりと比較することは難しいかなと思います。ただそれを踏まえた上でざっくりどんな印象かというと、X100F のレンズの方が多少オールド感がある写りで、逆光体制も良くないんですけど、個人的には結構好みの写りをしてくれる印象です。ちょっと味のあるというか、ふわっとした写り。よく言われてたのが開放で結構柔らかい写りっていう感じで言われてたんですけど、そういう写りが好きな方は X100F の方がしっくりくる可能性はあるかなと思います。レンズ込みで考えるとあながち悪いポイントでもないんですよね。X100F を売れない理由っていうのは X100V と見た目は一緒なんですけど、やっぱりこのレンズが一番違って、ここが売れないポイントかなと思います。あとオートフォーカスはやっぱりちょっと遅くて、フォーカスポイントも少ないのが結構関係しているかなと思います。子供を撮影するときはピントを外すときもあるんですけど、全然撮れるかなと思います。実際僕もこのカメラで子供が生まれて1年半ぐらいは X100F とフィルムカメラだけで撮ってきたんで、そこは全然自信を持って言えるポイントかなと思います。夜とか逆光の時とかのピント合わせはちょっと撮りにくい感じはちょっと合わない時もあるかなとは思うんですけど、それ以外は全く問題ないので、動く被写体を撮らないのであれば、僕は子供は撮れるって言ってますけど、速い動きをするもの、そういうのを撮らないんだったら全然問題ないかなと思います。次はフィルムシミュレーションが少ないことですけど、X100V と比べるとクラシックネガとエテルナがないかな。ちょっと少ないっていうのはあるんですけど、クラシックネガ風のカスタマイズとかもあったり、他にもいろんなカスタマイズで遊べたりするんで、前のモデルって言っても全然侮れないかなと僕は思ってます。フィルムシミュレーションはホワイトバランスの調整とか、色調補正とか結構変わるんで、X100F の取って出しでも全然遊べるかなと思ってます。現行機種だったら大人気のクラシックネガとかエテルナっていうのがあるんですけど、取って出しでいけるクオリティは保てると断言できます。クラシックネガっぽいフィルムシミュレーションが使いたいと思う方もいらっしゃると思うんで、ブログの方に書いてるクラシックネガ風カスタマイズっていうのをちょっとリンクを概要欄に貼っておきたいと思います。もしよかったら見てください。あとは動画の性能は全然違うんですが、動画は 4K とハイスピードが撮れなくて AFC の細かい設定もできないんで、この点に関しては明らかに劣るんですけど、写真だけしか撮らないという方にとっては全く関係ない機能かなと思います。実は最近僕もこれで X100F の方で動画も撮ってるんですけど、意外と使えるんですよね。ほんのりとオールド感のあるレンズなんで、結構動画もいい感じに撮ることができます。意外と X100V よりもいいかなって思う時もあるんで、全然おすすめですね。あとはチルトモニターがないこと。X100V はチルトがあって、X100F はないんですけど、そこも違うっちゃ違うんですけど、もともとチルトを使ったことがないっていう方だったら問題ないかなと思います。あとは USB 給電。X100V は USB 給電ができて USB Type-C ケーブルになってるんで、そこは
ちょっと違うのは仕方ないんですけど、 X100F しか使ってなかった時は全然チルトもこのマイクロ USB だったことも全く気にしてなかったんで、問題ないポイントかなと思えるんですけど、そこは人それぞれですねって感じで、X100V と比べてあえて劣る部分を上げつつも、それでもいいんじゃないって思えるようなポイントを探っていったんですけど、正直使ってみると違いってそこまで感じるわけではないんで、僕は個人的に X100F も残したいと思ってますし、 X100F を今から買うのも全然ありかなと思います。ここまでのお話をまとめると、センサーが違うんですけど、一応そこは劣る部分であるんですけど、前のレンズが好みの方も結構いると思うんで、そこはおすすめのポイントだなっていうのが、もうこれは間違いないポイントで一つと、あとはフィルムシミュレーションが少なくてもカスタマイズ次第で最新機種に劣ることは全然ないかなって思ってるのがもう一つです。他はちょっとどうしようもない部分もあるんですけど、動画を撮らんかったら全然問題ないとか、そういう感じですね。どうですかね。個人的には全く問題なく使えているんで結構おすすめなんですけど、最後に劣る部分があってもガンガンおすすめしたい理由っていうのはやっぱり今のお値段なんですけど、具体的なお値段は中古価格で7万円ぐらいで、新品でも8万円後半ぐらいですかね。かなりおすすめかなと思います。で、僕がもしこれを今の完璧な状態とは言いづらいんで、これをメルカリとかヤフオクとかに出すとしたらどれぐらいで売れてほしいかなっていうと、だいたい6万円ぐらいかな。なので結構狙い目かなと思います。X100V は15万円ぐらいして、こっちが8万円とかなので約半額ぐらいなんで、それで考えるとやっぱり X100F を買う価値は全然あるかなと思います。最後になるんですけど、なんで今更4年前ぐらいのカメラについてお話ししようかと思ったというと、単純にこのカメラが未だにめちゃめちゃ好きで、X100V を買った今もたまに使っているからです。そして資金源にしたいと思ったことも何度もあるんですけど、ぶっちゃけ結構あるんですけど、思い入れが強くて手放すことができない理由を、今 X100V を買おうかなって思ったりしてる人にもお伝えしたいと思ったからです。全然 X100F でもいいんじゃないかなって思うんで、そこはちょっとちゃんとお伝えできればいいなと思って動画を作ってみました。X100F については昔からやってる、このチャンネル名と同じ4号ハウスっていうブログで何度も語ってきているんですけど、 YouTube を始めた時はすでに X100V を使っていたんで、なかなか X100F についてお話をするっていう感じにはならなかったんですよね。だから今回はちょっと、せっかくチャンネル持つようになったんで X100F についても語りたいなと思って、無理やりな内容ではあるんですけど、ちょっとこのカメラについてお話ししてみました。X100V を使ったことがなかったら X100F の、こっちをご利用しする内容になったと思います。でも新しいカメラと比較すると劣る部分があるのは仕方ないんですけど、それを踏まえた上でもこんな写真が撮れるよとか、そういうのをお伝えしたいなと思って動画を作ってみました。それでは今回の動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。ご視聴ありがとうございました。